いけたかな。声聞こえる？今からちょっとねスフィアに行くんですけど、スフィアでちょっと今日撮影があるんでスフィア行くんですけど2時半からなんですね。だからこれベッドハーフスタートなんですけどかなり早く着いちゃうんですよ、1時間とかで。だからこれどううまく遠回りしようかなっていうのを今考えてます。中野に家あるんでスト6教えてください。じゃあ教えようかな。スフィアはもう過ぎてるけど、だってあと2時間あんだよ俺。ブロードウェイの先に家あるんでよかったちょっと怖いな。試しに移動してみるか。試しにブロードウェイの先行ってみるか。やだな、怖いな。やだな、本当にちょっと怖いな。配信つけてれば大丈夫だろう。そう、このね配信っていうのが何よりの防犯なんだよね。さあブロードウェイ抜けたぞ。どこだ？プラチナ野郎の家はどこだ？プラチナ野郎どこだ？プラチナ野郎迎えに来る？じゃあここにいるか。いやーどんな人なんだろうな。でごめん、どんな人なんだろうなはね実を言うとあんま興味ないんだけど、どんな家なんだろうなはちょっと興味あるんだよな。人んち行かねえじゃん普段。どんな家に住んでる人が俺の配信見てんのかなっていうなんか興味。321さんありがとう。なんかわかるこの感じ。あ、メオジ俺今日死ぬかも。メオジ俺今から死ぬ、ワンチャン死ぬ。こんにちは。あ、こんにちは。あ、今配信見れました。ああそうなんだ。はい、初めまして。プラチナ。はい。あ、じゃあ本当にいいですか？いいよ。はい、お願いします。そんな長時間はいないだろうけど。全然もう。大学生な一応この大学に通ってる。の？あ、へえ。ここ大学あったっけ？そこに帝京平成大学とうん明治大学があるんですけど、うん。そっちの明治の方。あ、へえ。なるほど。何使ってんの？今はザンギエフです。ザンギエフ。モダンです。モダンザンギエフ。ずっとスト5の時からうんずっと頑張って練習してたんですけうんど、全然コマンドとか出せなくて。うん。あ、で M にしたんだ。あ、そうです。東京の人？いや、もともと茨城。あ、茨城から来たんだ。東京の大学通うってなって、うん実家から上京して。うん。でもこの辺ちょっと家賃学生が住むには高いんじゃないの？そうですね、うちの家賃8万高いね。なんですけど、うん。学生が8万はなかなか。親が。はい、親が出してくれてはいるんですけど、あ立ち退きになっちゃって前の家あ。あ、はいはいが、そはれで立ち退きだからちょっと安くしてあげるよみたいな感じで。い。安くしてあげて8万だな。あ、もうちょい安い。安くして6万。あ、6万。なるほど。まあそれでも高いんですけど、なんて呼べばいいの？もうタイ知らずでいいんじタイシラスね。あれでもじゃあそろそろ卒業？ゃない。もう卒業ですね。あとどうすんの卒業したの？教員になる予定で、あ、地元で。あ、地元で。はいあ、そうなんだ。じゃあ茨城で学校の先生。はい、高校です。何をしてんの？数学。そうね、クリスマスに俺が来る。まあ俺がだからサンタってことだよいや、本当にそうです。本当に本当にそう。もう本当にもう込み上げる込み上げる思いが。そうな、戻っちゃうしな、茨城にな。いや、もう多分そうですね。ねえ、これが多分最初で最後。最初が最後だよな。あ、でもね、いやでもね、まずはい。いいよね。まずね、臭くないのが素晴らしい。あ、そうですか。俺の知り合いの一人暮らしって基本臭いから。全然あ、臭くないじゃん。そういうのがあると。へえ。あ、これ知ってます？これ何これ？東宝プロジェクトっていうキャラクターの。東宝シューティングのね。あ、そうです。それの米石小石っていう。米石小石。はい。多分見る人が見たら多分すげえってなるやつだった。でっか。でかいよね。5万円したんですよ。すげえな。親からもドン引きされました。すごいな。これはじゃあもう大事にしてるんだ。まあ服かけてますけど。あ、そう、ふっかけてんのか。はい。5万、これ5万すんだ。5万ですね。
でも多分もうメルカリで言ったら10万ぐらいお、価値があるんだじゃあかなり。一応あります。へえ。まあもう多分中古なんで俺はしないんですけど、はい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 。そっか。これ保存しないと見れないですかね、もしかして。見れるよ。自分の名前をはい。あ、自分の名前リプレイイ。でその右側で検索あんじゃん。そこで ID はい。そう、そこでプレイヤーネームで自分の名前。負けた試合？負けた試合です。相手は龍か。お、なんか声聞こえてきて、やっぱ実況ってつけるもんなの？なんか気分が上がる。あすげえ。ーあー、やっぱそうなんだね。やっぱそうなんだね。黒人さんの教えた時にうん。差し返しやった方がいいよってあったんですよ。はいはい。じゃあ俺も差し返しやってみようかなと。いや、そうなんだけど、はいやっぱそのレベルに応じたあ課題ってあると思うんだよね。だからあ、まだそうだね、このランクでやる分にはまだ自分のプレイ、はい要は差し返すって対応じゃない、一種の。でこのランクだと対応よりもなんちゅうんだろう、自分の攻めのパターンとかを増やしていった方が、要はカードを増やしていく、カードゲームってやる？あ、もちろん。カードゲームでいうとこのカードを増やさなきゃいけない今レベル帯なのよ。で黒人に俺がしてたのはカードの切り方の話をしてたから、今はまだねカードが増えてない、カードが足りてない状態だと思うんだ。ちゃんとまだ見てないけどね。だからどういうカードが足りてないのかっていうのを今見てるね。モダン残儀って何がないんだっけ？中キック？足上げるやつです。あ、そうか、モダンだから分かんないのか。そっか、多分中キックだよな。なるほど。まず強い技として、はいそうだね、考え方としては基本的に残儀って攻めるから、はい攻めていくじゃん。まあスクリューがあるから、はいそのスクリューを生かそうと思うと当然近くに寄りたいっていうのがあって、はいで相手としては嫌だから追い払うのが多分ほぼ全キャラ全組み合わせで共通していて、でそうすると考え方としては近寄りたい、でも相手はそれを追い返してくる。でじゃあその追い返してくる技を対処できるっていうか返せれば、もしくはその技をぶつけて勝つことができれば近寄れる。はいで近寄っちゃえば基本的には残儀ってのも勝てるから、いよっぽど運が悪くない限りは近寄る回数さえ多ければ勝つから、そういうふうに逆算して考えるとよくて、で今多分ね近づく方法があんまりよく分かってない。ああ、近づく、歩くぐらいしか。歩くとか、そうラッシュとかをもっとこのぐらいのレベルだったらしていけばいいと思う。生ラッシュってことですか？そう、生ラッシュで生ラッシュするとどうなるかっていうと、はい、どうすると思う相手は。波動、そうだね、あとはこう。そう波動拳だったら単純にこの人波動拳打つなって思うんだったらインパクトを打ってもいいし、ジャンプしてもいいし、はいもちろんレベルが上がってくると多分引き大パンとか、ため大パンか、こういうちょっとためてからバーンってやつとかをやるっていう感じで、自分がまずそのアクションを起こす、近寄りたいっていうアクションを起こした時に相手がどんな手段でそれを阻止しようとするのかを見るって感じ。そうだから残儀っていうのはキャラ自体が強いか弱いか置いといて、攻略はすごくやりやすいはず。曖昧な部分がなくて、近寄るっていう目的がほぼ全ての組み合わせで共通だから、そういう逆算をしやすいんだよね。寄っていく、じゃあ相手は何で返すの、これで返すのね、じゃあこれでこっちは対抗しようっていうのを繰り返していけばいいだけだから、もう一試合ぐらいじゃあ見てみる、数学教師ならそういう考え方多分得意でしょね。そうですね。そうでしょ、だから多分そのコツさえ掴んじゃえば多分攻略とかは結構普通にできると思うんだよ。なんかラッシュやっちゃうとこうやっぱり止められちゃうかなと思っちゃって、そうゲージも払っちゃうからもったいないかなって。でも残儀はラッシュした後に、選択肢があるキャラなんだよね。例えば大パンにするとか、その小パンにするとかで結構その走るだけでも選択肢になったりするキャラだから、あんま気にしなくていいし、あとこのゲームってどんなに上手い人でもラッシュ見てないと止めらんないんだよね、今のところ。もう大将のお化けみたいなレシャーですら見てない時は止めらんないのよ。だから基本的に全人類現状はね、見てないと止まんないって思った方がいい。で見てるってのはどういうことかっていうと、数字技を振らなくなったりするんだよ。なるほど。そう牽制のじゃあ寄りやすくなるよねとか。
そういうふうに考えるといいかもしれない。だからその辺が分かってないと、あ、上手い人はラッシュ返すんだって思っちゃうじゃん。うん、そうじゃなくて、上手い人でもラッシュ返せるんだけど、ちゃんとリソースをそこに割いてる。そう。例えて言うなら、まあそっちに警備員をたくさん配置するみたいな感じでね。その分上対空っていう警備員が減ったりとかして、そう侵入しやすくなるみたいな、そういうふうに考えるといいかもしれない。でラッシュみたいになったら、じゃあ上から行くかな、普通に歩いていくかなみたいな感じでルートを変えればいいだけだから、結構分かりやすいと思う。そう。あ、これはザンギが、この人うまいね。ザンギが走ってきた時に使う技は、ほとんど実はインパクト確定なのよ。大パンにしろ中パンにしろ。でどうするかっつうと小パンで走る。そうするとインパクト返せる。あ、これ取られちゃうかな。あ、いった。走ってきて小パンとかやってインパクトやったらインパクト。そうっていう感じで駆け引きを回していくのが格ゲーの基本だね。近寄ったらもうこんな感じで、もう相手関係ない。格ゲーのすごいところは、近寄りさえすればどんなプロにも勝てるからね。逆に言えば近寄らせないのがみんなうまいだけで、寄っちゃえばみんな一緒だから。なるほど。そう。そこは残儀のなんかこうシンプルなとこ、分かりやすいところだね。そう。いや、勉強になります。そうではさっきの話で言うと、例えば近寄ろうっていう時に、近寄ってる間って基本的にやることないっていうか、まあレバーを前に出すだけで、他にちょっと手空いてるじゃん。その簡単じゃん、作業自体が前にある。そういう時はなんか一個頭に入れとくといいかもしれない。例えば、今だったらじゃあ、多分このランクぐらいだと結構飛んでくるから対空をしようとか、歩きながら近寄る途中で同時進行で対空もできるようにしとこうって。これぐらいなら多分できるんだよ。2個ぐらいだったら、歩きながら飛んできたら対空、とか、もっとレベルが上がってくると歩きながらラッシュだったらラッシュ止めるぞとかあるんだけど、これは本当のもう超トップの話だから、あとはなんか歩きながら波動拳がガードするぞとかさ、例えばね、歩きながら足払いが空振ったら小キック打つぞって感じで、自分の中に今だったら大体1個なんか1個同時進行で見ることがあるといいかもしれない。例えば今だったら対空、こいつ飛んでこないな、でもなんか通常技めっちゃ空振るな、例えば中足とか大足とか空振るなって思ったら、その1個のアビリティ付け替えみたいな RPG とか、その対空ってアビリティを自分の中で1個付け替えて、足空振りに差し返しっていうのを付け替えて意識してやるっていう。確かに2個ぐらい、その前歩くっていうのあと1個ぐらいだったら、多分スロット1個ぐらい空いてるからそう歩くともう1個みたいな。でこれがすごい人になると、もう本当に超上級者だと外にもう2個ぐらい、もう1個さらにあったりして、差し返しもしながら対空もして波動もガードしてみたいな。でレシャーとかだと、なんかラッシュも返してみたいな感じになったりしてこいつスロット4つぐらいあるぞみたいなあるんだけど、君の場合は1個今空いてるような感じだと思うから、対空頑張ると結構安定するかもしれないね。ありがとうございます。めっちゃ勉強になりました。じゃあ、俺はそろそろ旅立つよ。わかりました。ありがとうございます。いや全然、ちょうど時間をね余してたからよかった。じゃあまた下を向いて帰ろう。白洲の家がねバレるといけないから。じゃあね、ありがとうございます。頑張ってね。配信見てます。ありがとう。ありがとうございます。いやでもなんちゅうかあれだな、その若いさ、しっかりしてると思うよ。男の一人暮らしってさ、やっぱさ超散らかってるし、何よりさマジでちょっと俺の知り合いがやばすぎたのかもしれないけど、マジでくせえんだ家が。本当に顔しかめるぐらいくせえ家ばっかだったからさ、一人暮らしのやつら。いや本当だからなんか、いやゲーマーもなんかなんていうのかな、まともなゲーマーが増えたよね本当に。